はいどうも、モノパレットのサムとゆむとゆきみです。今日の企画なんですけども、一人今日メンバーがいませんね。いませんね。はい、リーダーがリーダーがねいません。ここ最近ですね、リーダーのアゲインがですね、自分の後ろに背後霊がめっちゃついてるみたいな言いますね。言うね。うんよく言うよく言う。なんかやたらとこう最近ね、自分の不幸を背後霊のせいにしようとでお祓いに行きたいみたいな、霊能力者に霊視してもらいたいとか、めちゃくちゃ言うんですよ。いやお前が悪いんやということをね、ちゃんと俺が知らしめてやりたいと思いまして、このアゲインのね願いをちょっと叶えるという体で霊視できるようなその霊能力者の方に来ていただいて、みんなの背後霊だったりとかを霊視していただくという偽企画をですね、今日は用意してまして、ドッキリということですか。そうです。初ドッキリ。一番好きなやつ。待ってました。やりたかったですこれ。まあ、もちろん今日呼んでる方がですね、まあ別にいわゆる霊能力があるわけではないと。ただそのアゲインの方を見て、もうむちゃくちゃ霊がついてるというふうに脅してもらおうかと。はいはいはい。本当に数えきれんレベルで。そうです。もうむちゃくちゃついてるっていうふうにビビらせてもらって、でまあアゲインが怯えたところで、ネタ話していこうかなという企画になっております。はい。ということで、本日ですね、撮影に協力していただける、椎名アノンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と申します。普段役者そうです。舞台役者をやっております。あとイベントの MC をやったりとかして活動しております。まあなんかある程度もうすでに打ち合わせしてるので、まあこの後アゲインが来てからですね、順番にね見てもらうという体で自然にね話を進めていって、アゲインの時だけめちゃくちゃ霊がついてると。あれもちろん霊感はないです。何も見えないです。普通の人よりない。全然ないんですけど。ちょっと演技力でなんとか頑張りたいと思います。楽しみにしてます。役者さんの力みたいな。そうだね。頑張ります。はい、ということでじゃあアゲインが来るまで飛ばします。こんにちは、モノパレットのアゲインとサボとゆむとゆきみです。本日なんですけども、前々からですね、我々不幸すぎないかと。まあ思い当たる節はいくつかたねくさんあるでしょ。なんか今いい感じ、軌道に乗ってきた活動がね、軌道に乗ってきたってなった時に、アゲインさん喉に何ができたんでしたっけ？ポリープですね。ポリープができましたね。でそれが回復して、はい、やっと活動再開できるってなった時に、ちょっと僕が歌が歌えない病気になってしまいまして、そこから1年でやっと復活ってなったらコロナのね、この世の中になってしまい、さあいざ動こうって時に僕たち不幸に見舞われるんですよ。それはなぜか。何おるんやと。ついてんだよ。なんかおるんよ後ろに。なるほど。背後霊っすよ、こんなもんは絶対に。背後霊じゃなかったらこんな説明できんということでですね、今回ですね、霊視してもらおうと。全員ついてるんちゃうかと。ついにでも逆にいわゆるですね、この中で一人にしかついてなかったら、もうそいつのせい。抜けてもらえばいい。いや重すぎる。荷が重すぎる。次回の動画から3人。でも3人ついた場合は3人一人になるということで、今日ですね、いわゆる撮影にご協力していただく方ですね、秋山真紀先生です。よろしくお願いします。失礼します。初ゲストということで。そうね。そうだね。そうなんです。そうなんです。ゲストです。普段は何をされていらっしゃるんですか？こういうこともやってるんですけど、基本的には会社員を。そうなんだ。はい。あ、そうなんだ。なんで頼まれた時だけこうやってやるような感じで、はい、やらせてもらってます。今までこうなんか他の人見たりとか。そうですね。結構家族に芸能の関係のものがいるので、比較的ちょっとこう芸能界の方とかを見たりしたこともあります。はい。で、まあ今回ちょっと僕たち4人とも見てもらうってことなんですけど、はい。そもそもついてる人がいるってことですかね。今パッと見た感じ、どうですか？いらっしゃったりします？そうですね。いるにはいると。いるにはいるよ。怖いね。お腹痛くなってきた。じゃあもう早速見てもらいましょうか。はい。はい。ということで、一番ちょっと話すことがなさそうなメンバーを名前覚えてらっしゃいますでしょうか。はい。ゆきみ、リム、アゲイン、サンブです。では、サンブさん。よかった。でもまあなさそう。予想通り。霊感ないからね。予想通り。サンブさんには何もいないです。なんかあんまりそういう不思議な体験とかあんまなくて、そういう空気というかオーラが出てて、あんまりこう寄せつけないというか、が一人で生きていけるタイプ。
じがするので、あんまりこう依存されない感じだと思います。ので今は何もいません。好きにくいってことか。すごいなんか的を置いてるというか。よかったじゃあちょっと次の人呼んでいただいて、ちょっと場所チェンジしますか。そうだね。はい、呼ばれた人。じゃあ次の人ですね。リムさん。はい、じゃあちょっとごめんなさい。やばいわ俺ら。ちょっとぼんやりなんですけど、何もいないというよりはは動物、いは多分人間じゃなくて動物のこうが多分ね、2体というか2匹感い。じ。実家で2匹飼ってましたね。あ、ワンちゃん。はい。ミニチュアのダックスフンの。はっきりはしてないんですけど、たまに来てたまにいなくなってみたいな感じでこうずっといる感じじゃないですけど、なんかこう遊びに来てるみたいな、少しこう楽しげな感じというか。ちょっと鳥肌立ってきた。って感じ。わ、2年前に亡くなったんで。そうだよね。そうだよね。知ってるしな、俺ら。やばすぎて。やばい。めっちゃ鳥肌立ってる。ありがとうございます。すごい。ちょっと待って、今ので確信したのある。俺3部のまあ適当に言ってんのかなって。バカ失礼するよ。あんま信じてないからそれこういうの。普通にちょっとびっくりした。俺も鳥肌立ったわ。じゃあ続きましてはい2人のどっちかを呼んでいただけると。はい、ではゆきみさん。うわーっしゃー。ほら、でも全然良くないけどな。やっぱそうなのか。それではじゃあ、ゆきみさんのはい、よろしくお願いし聞いてみましょう。ゆきみさんにはかなりはっきりいらっしゃってお一人。ます。一人はい、人間ですか。そうです。多分ご親族かな。あ多分だからおじいちゃまあ、今両方あれそうだなんかいつも心配そうに見守っている感じ。それはまあいいタイプ。そうです。今なんかすごくなんだろう、天気というか空気が変わったみたいな、すごくプラスな感じに今そう風向きが変わったみたいそう。な感じがあって、最近なんかお引っ越しとか洋服を思い切って違うのにしたとか、なんかそういうこう変化とかしました。あ、髪色。髪色変えた。ああ、そういうこと。そうなんですね。黒だったんですよ。あ、じゃあ大きく変えられる。そう、もともと2週間ぐらい前です。多分それがいいんだと思います。あ、じゃあ黒から明るい方に変えて今いい感じになってるって。多分そのお色でしばらく進んでいいと思う。すげえ。でも待って、マジですごいね。いやもう俺あえてカメラ回ってるところで言うけど、俺マジで信じてなかったんやけど、いや俺も結構信じてなかったよ。ガチな人連れてくるよ。はい、ということで必然的に一番最初に呼ばれた、2番目に呼ばれた、3番目に呼ばれたということは、残るはうちのリーダいやまあ思い当たる節がなんかもう一いや番。まあなんか正直だからこの企画も僕が一回見てもらいたいっていうので今回ちょっとお願いしたんですけれども、まさか何の前情報もなしに俺が最後に呼ばれるとは思ってなかったのでちょっとドキドキしてます。お願いしてもいいですか。はい。それ普通にはい見たまま申し上げて。あ、もう全部言ってください。いらっしゃるんです。で、ちょっと私最初にいらっしゃった時にちょっとごめんなさい、ちょっとギョッとしてしまったんですけど、すごくたくさんいるんです。もう嫌や。ちょっとびっくり、あんまり今まで見たことないぐらいの数。誰言ってんの。泣きそうな顔やもう。これはカメラがあるからとかじゃなくて、もう普通に全部言ってもらっていいんで。わかりました。大丈夫です。やばいやばいって後でカットしてもらうんですよね。てか体調悪くないですか？大丈夫ですか？ずっと悪いです。これだけいたら多分体重いと思うんです。そんだけいたらね、多分ね体も重いし、多分普段すごく明るい空気を出してらっしゃる分というか、その重さに負けないように多分こうエネルギーを放出してその分疲れちゃったりとかっていうちょっとのがあるんじゃないかなって頑張りすぎみたいな。思う。ちょっとわかんないんですけど、非常に男性が多いですね。ついてる。そうですね。人間だったり人間じゃないこう動物の例みたいな、さっき言ったみたいな、あと種類がわからないようなものとかもあったりするんですけど、もういろんな種類のがすごくいて、でなんていうか一番こう強めに近くにいるのはほとんど男性なんですよ。それは悪めですか？いいか悪いかはちょっとわかんないんですけど、
ただたくさんいる中で強い霊っていうのはやっぱり何かしらの思いが強いので、なんか軍人さんみたいな人がいるんです。男性のすごくがたいのいいというか強そうな方がいらっしゃって、ですごくその方が険しい顔をしてるんですね。ちょっとこう睨みを利かせているというか、もしかしたら何か外界から来るものを守ろうとするあまり何かこういいものも弾いちゃうというか、なんかそういうぐらいの気迫というかがすごくあって、悪いことがあった時に守ってくれるけど、逆に新しいものをこう取り入れようとした時に彼が拒んで弾き返すみたいな。だから例えば新しいことを何か始めようとした時に邪魔が入るとかみたいなことがあるなら、もしかしたらこれかもしれないです。いやもうすでにめちゃくちゃあるんですよ。私がかなりもしかしたら睨みを利かされて、やっぱりこう昔気質だから新しいものを弾き返すみたいな、今まで通りのことをやりなさいみたいなことをされてるかもしれないんですが、ちょっとそれだけじゃないというか、すごく雑多にたくさんいるので、もしかしたらいろんなその方向性というか出たり入ったりみたいなのがすごくあるので。払いとかって言った方がいいですか？でもその体調に響いているなら、でもこれはね一回行った方がいいかもしれないです。どれぐらいついてるとかって数とかって分かるんですか？数このざっくりでざっくりでいいですか？ざっくりですよ。ざっくりです。2億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 はい、ということでですね、本日は、霊媒師を呼んで、みんなのを見てもらうっていうことだったんですけど、こちらの、霊能力者さんは、ただの役者さんです。すごいです。アギーさんちょっと霊能力者だと思ってた方、ただの役者さんです。ドッキリでございます。役者さんなの？そうです。劇団員の椎名と申します。どうも、はじめまして。ふざけんなもちろんね、我々の前情報も全部お伝えしておりますふざけんなよいや、面白すぎんねんってマジで。ざっと2億数えてる間やばかった俺らも。ということでね、アゲンさんちょっと最後に所感を言っていただいて、そのかしめましょう。ちゃんとした人に会いたいですちゃんとした人に会いたい。プライベートで行くプライベートで行くわ。うわ、楽しみにしてたんだけどなさあ、ということで、今日はドッキリにかかりましたけれども、僕はプライベートでじゃあ今度レースしてもらいます。お願いします。ということで、この動画が良かったと思った人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは以上、モノパレットでした。バイバイ。Oh, there's my kind